こんにちは、きこです。お久しぶりです。今日もインドからお届けします。なんか結構お伝えしたいことあるんですけど、ぎっくり腰になっちゃったんですよ。私、ぎっくり腰ってなんだろうね。ぎっくりしてぎっくり腰っていうのかな。でもなんか急に痛くなっちゃって、腰がね。そうでね、死んでました。そうでね、今月はやっぱりね、浄化がきついですね。いろいろある。最初の時はもうなんか起きれないぐらいこうちょっと浄化、なんていうのかな、だるいとかね、眠気とかもそうですし、こう月の終わりにはこういうぎっくり腰というなんか腰が痛くなったり体の不調っていうのが来ましたので、皆さんもね体調崩されてる方多いんじゃないかなと思いますけど、すごくいいサインなので、これって今までのちょっと体の不調とは違うんですね。自分的には同じって思うかもしれないけど、今までなかったようなことが起きたりすると思うんですよ。調整してるんですね、体が。体が今までこの体を持ってアセンションするから調整してる、時なのでしょうがないって感じですね。私もね嬉しい。こういうなんか腰が痛かったりするんですけど、嬉しいですよ。ニヤニヤしちゃう感じ。来た来たみたいな。何にもないとね、逆にちょっと心配なぐらいだね。あとで何かしら来るんじゃないかなと思うから、早いうちに、ね、来てた方がいいんですね。で私今日メイクしてないかな。ごめん。大丈夫、ここついてるからいいよね。ごめんなさい。で明日あるのセッションですね。明日あるのセッション受けたんですよ、日曜日に。スカイプで受けて、まず率直な感想なんですけど、こんなもんなんだみたいなのにちょっと衝撃を受けたって感じですね。なんか自分でもチャネリングやるから、別にさ、私のチャネリングがものすごいって言ってるわけじゃなくて、なんかそういうことじゃない、なんて言うんだろうな、こんな感じなんだなっていうことの衝撃ですね。こんなもんなんだなって感じだな。だからもっとなんかすごい、皆さん知ってると思うけど、クーさんとかのセッションすごいからね。宇宙で本当に細かく何やってたかとか、あと自分っていうものをやっぱしっかりその人に対する個人に対して言ってくれるから、結構アシュタールはね大きいんだよね。大きいこと言ってくるから、私が、例えばなんか宇宙でどこでアシュタールにあったかとかね聞きたかったんですけど、なんかプレアデスでヒーリングの先生やってたって言われたんですよ。で、いやこれなんかすごいって思うかもしれないけど、これ言われてる人すごいいっぱいいるんだよね。多分ね、これ見てる方で思い当たる方も多いと思うんですけど、ブログとかでアシュタールセッションとかで検索すると、プレアデスでヒーリングの先生やってたって言われてる人いっぱいいるんだよね。でこれなんか疑うっていうよりも、ちょっとボキャブラリー欲しくないみたいな、もうちょっと違うところで何かっていうのを言われてみたいし、あとそのなんていうの、こういうアシュタールがこういう風に頼んだとかさ、そういうのもこう、言われるような内容が本当に同じで、なんかもうちょっとその人に対することみたいなこと言ってくれた方がなんか満足感あるよね。っていう感じがしましたね。個人差はあると思うんですけど、私はなんか自分でチャネリングやった方がいいなみたいな感じでちょっと思っちゃったかもしれないね。でスターシードのね皆さんに対するメッセージっていうのをもらったんですけど、ブログにも後で書きますけど、私たちは、スターシードとしてこのアセンションを目的に地球に来てる第一波になるらしいんですね。私たちのこの第一波から始まって、どん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 これから新しい、私たちがね死んじゃった後とかですよね、また新しい波が来たりするみたいなんですけど、こう地球をねアセンションどんどん波動を上げていくためにいろんな波が来るんだけど、一番最初の第一波が私たちなんですって。なのでね、すごい重要なところっていうかね、もうすごい最高なとこ来てるよねみんな、っていうのを言われましたね。あとはね、これもねちょっとね本当に衝撃っていうか、ちょっとね音声が悪かったんです、スカイプの。だから
なんかそれもあると思う。ちょっと突っ込めなかったんだけど、私宇宙でどこの星に転生してましたかって聞いたら、まあ、2000回ぐらいこう地球と宇宙をね行ったり来たりしてたらしいんですね。だからプレアデスで、こういう青い惑星で美しい惑星があるよってね、アシュタルに言われて、で地球に来始めたんだけど、そこから2000回も生まれ変わってんだって地球に。で毎回地球に来て、地球で死んで宇宙に帰って、でまあ、例えばプレアデス行って金星行ってまた地球に来て、で地球からまた死んで今度はシリウス行って、シリウスからアルクトゥルス行って、その後にまた地球来てって感じで、それを何回も繰り返してたタイプらしいですね。でじゃあどういう星に生まれ変わってたのか、どういう星に宇宙では転生してたんですかって言ったら、全ての星って言われたんですよ。もう全ての星とかもうみたいな、ちょっとどの星とか聞きたいじゃん。いやいっぱい生まれ変わってたのは知ってるけどさ、もう全ての星っていう一言で終わらせられちゃったから、突っ込みたかったんだけど、ちょっとスカイプのね音声が悪くてさ突っ込めなかったんだよね。はあみたいな。そうごめんね、ちょっと鳥の音うるさいね、ごめん。そう鳥もねちょっと日光浴必要だからね。まあ、とにかくねそれぐらいなんていうのかな、大雑把だよね。まあ、本当に全ての星って言うしかなかったのかもしれないけど、もうちょっと具体的なもの欲しかったなっていう気がしますね。そうなんかダメ出しじゃないよ、いいとこもあるよ。なんだろう、もうねあれがねやっぱね分かった。私もね宇宙のことチャネリングするんですね。自分が宇宙何やってたかなっていうのを見ると、もうね衝撃なんだけどね、ぼーっとしてんですよ私。ぼーっとしてんの。だからよくこう風に揺られてこうはあみたいな感じでぼーっとしてるのね。でじゃあもうちょっと巻き戻してってか、じゃあ早送りして、まだもうぼーっとしてても分かんないから、もうちょっと何やってたのって見るじゃん。そうするとまだぼーっとしてるんですね。これ何かっていうと、地球で言ったらさぼーっとするとかって観念ほら何にもしてないって思うけど、宇宙ではもうねやりたいことやってるわけだからいいんですよね。ぼーっとしてるっていう時間を、だから例えばねプレアデスでぼーっとしてたとかさ、でしかもそれがだから時間とかないから、地球の時間で言ったら100年ぐらいぼーっとしてたとかね、ありえるんですね。なんか100年ぼーっとするとか、風に揺られて気持ちいいって思ってたとかさ、なんかありえないじゃん地球じゃ。だけど宇宙だとありえちゃうから、だから宇宙にチャネリングして自分の姿何やってたかっていうのを細かく見たとしても、地球の私にはあんまり理解できないことやってんだよね。だからはっきりしたものっていうのはこういう感じのことっていうのはなんとなくわかるけど、それがなんかぼーっとしてたとかね、笑ってたとかずっと笑ってたみたいなとか、もうなんか想像を超えちゃうよね。でアシュタールもさ、だからそういう宇宙存在なわけだから、いきなり叫んだりするんでね、ほーとか言ってハールーみたいな感じでこうラルルルみたいな感じでなんかこう舌巻いたりとかさ、よくこうなんていうの、知的障害の子とかで飛び跳ねたりするじゃん、ふふーみたいな感じで、あんな感じだよね。だからもうああいう子たちって宇宙そのものでスターシードだよね本当に。地球とはちょっと違うから、なんかそういう知的障害とかね変わってるみたいに言われちゃうけど、まあ本当宇宙そのものだから、アスタールもそんな感じだったんですよ。いきなり叫んだりするのね。そうだからそれをチャネリングしてこっちの言葉にするっていうのはやっぱりなんていうのかな、アスタール自身もちゃんとこう理解しないといけないっていうか、なんだろう、地球のことをちゃんと分かっていてその人に対する言葉を下ろすっていう、テリー・サイモンさんがどうっていうよりも、アシュタールはもう宇宙の存在だから、そこからメッセージもらうっていうのは結構やっぱ大雑把になっちゃうのかなっていう感じがしましたね。そうだからそこの、地球の観念とねあったようなことっていうのかな、その人が知りたいようなことを、伝えられるっていうのはそこの間に何か入るのかなと思うのね。そういうなんていうの、マントラとかテンプレートみたいな、だから宇宙と地球があまりに違いすぎるから、
そこの間にやっぱりこう翻訳する人のなんていうのかな、翻訳する人、私たちチャネリングする人の何かが必要なのかもしれないしっていうのはね結構学んだね。叫んだりするのとかもいいんですよ。楽しいし、もうすっごい楽しそう、だからそのチャネリングしてもらった内容っていうよりも、私はアシュタールとこう話をしてて感じたエネルギーが最高でしたね。それが本当になんかセッション受けてよかったな。このエネルギー懐かしいしあったかいし、なんだろう、本当に包容力なんていうのかな、深い愛、大きな愛、私たちは大きな愛のもとでね、こうやっていろんな経験してるんだなっていうことを、感じられたそのエネルギーが最高だったなと思います。内容はみたいな感じだね。全ては経験ですので、そんな感じでね、いい経験できたなと思っています。で、そう今ちょっと皆さんね、いろんな連絡が遅くなっちゃってごめんなさい。ちょっと動画で後でもういろいろメールとか打つんだけど、腰痛くてさ、だんだん治ってきましたので、連絡遅くなってる人ごめんなさい。自分のことを先にやらせてもらってます。このやり方ね、インド風犬の追っ払い方、ジャッフッパッチャッみたいな感じで、そうでっかい石投げるからね、インドの人はクシャーみたいな感じでそうやってますので、まだいろんな気づきがあったんだけど、今話しちゃおうかな。ついでだから今日ね、スターシードの人の講座やったんだけど、その人はねスターシードなんだけど、こういうことをやっぱ仕事にしてないよね。スターシードって別にこういうさスピリチュアルなことを仕事にしてなくたって全然いいんですよ。その人がいるだけでみんな覚醒しちゃうわけだから、本当にそれをね本当に確信したような人っていうか感じだったんですけど、ちょっとソニア待って、それがねどういうことをやってたかっていうと、その人ね美容師なんですね。で家でサロンでやってる人なんですけど、もうねやっぱりねキャッチしてんだよね、インスピレーションとか、いつもキャッチしてて、それに乗ってきたような感じだから、サロンとかもなんでよくブログとかでさね発信したりするじゃん。私こういうのやってますとか、一切ね情報発信一切ってわけじゃないけどほとんどしてないんですよね。口コミなんですよ。口コミですごい成功されてる方で、すごいなと思って、でなんか最近ステージが変わったのかなっていう話してて、また来る情報とかがね変わってきたっていう話してたんですけど、本当にね順調なんですよね。全てにおいてなんか魂の流れに乗ってる、ハイヤーセルフに乗ってるなっていう感じがしたのは、美容師としてね他のとこで勤めてて自宅サロンっていう形でされてたじゃない。で今次のステップ来てるんだけど、この自宅サロンっていうのは自分のペースで仕事するってことだから、やっぱりね今その人だけじゃないけどね、いろんな人に自分のペースっていうのを取り戻す時間っていうのがね今与えられてるような感じなんですね。一回だから企業とか、大体会社だよね。会社に属してたり仕事で、違うね自分のペースで仕事してないじゃん。結局朝早く行ってね通勤電車に乗ってとかさ、それってもうさ起きたい時間に起きてるわけじゃないから自分のペースじゃないんですよ。全てにおいて違うペースになってるわけだから、それをね一回自分がねリセットして自分のペースをね取り戻す時っていうのかな、なんかそういう時が一回今起きてんじゃないかな。私もやっぱこうやってねインドに来て自分のペースになっちゃったもんね結局は。美容師の方もやっぱり自分の仕事をねそうやって始めたっていうかもう結構長くやってんだけど、それはもう自分のペースでやってたからね、次のステップに来たから、一回浄化が終わる頃っていうのはねそういう感じの自分のペースっていうのになる。それのためのちょっと強制的なね動きが来ますから、マイナスに捉えなくていいと思いますね。仕事辞めるとかなんか仕事が決まらないとか、
何にもしてないとかね思うかもしれないけど、自分のペースを取り戻すことの方が大事なんですよね。仕事なんてまた始めればいいし、始める時が来るんですけど、自分のペースを取り戻せないでこの先この地球波動が上がった地球で生きていくっていうことがね、どれだけ、危険なことかっていうか、なんていうのかな、やっぱり全然自分のペースじゃないことで今まで通り生きようとするとすっごい歪みが出て体に不調が来るんだよね。体とか精神的な部分で命を落とすことだってあるから。そうなので本当に自分のペースに今なってるっていうのはすごくいいことです。そう休みたいって思ったらちょっと休ませてあげたり、癒しの時間とかね、そういう感じになってると思いますので、なんかこの話が参考になればいいなと思うんですけどね。そうでスターシードの人っていうのは本当にね、気持ちいいぐらいやっぱり自分を生きた方がいいね。今日その美容師の方もね、気持ちいいぐらい自分を生きてたんだよね。今までも生きてたんだけど、私の講座を受けていただいて本当にそれが確信になったみたいだし、ダメ、喧嘩しないよ。犬と猫の喧嘩だね。そう確信、もともとだんだん確信になってきてたんだろうけどね、何か後押しになったらよかったんじゃないかなと思うんですね。本当にハイヤーセルフに乗ってるんだよね。直感インスピレーションで来る。でね、やっぱりね、自分のペースで仕事してるとお客さんがね、こういう仕事やってもらえませんかとか、ああいうことやってくれませんかっていう感じで、自分で何か考えるっていうよりもお客さんに言われたりするっていうのもすごいわかるなと思って、それがねまた新しいね仕事の道筋だったりするんですね。それがハイヤーセルフから来てる。ハイヤーセルフっていうのもお客さんから来てるっていう感じのアクションが来てたりするから、それがね、今が動く時だなとか自分で分かるようになるんですよ。そうなんです。それがねやっぱりねハイヤーセルフに乗って生きているっていうことが、確信できるっていうとこですね。だから別にスピリチュアルな能力とかね、一回習ってみたりするのもいいし、確信になるようなハイヤーセルフにつながるってこういうことなんだなっていうのを分かっていただくといいと思うんですけど、もう結構やってる人がいるってことですね、自然に本当に。そういうふうにして自分の感覚っていうのが一番大事ですのでね、自分の感覚に沿って生きていただくといいんじゃないでしょうかね。私も今回のねアシュタールのセッションを受けて、いろいろな方がいると思うんですね。私はね本当にね、自分のなんていうのかな、やりたいことがまた明確になったよね。自分っていうものが、やりたいチャネリングっていう方向も、トランスチャネリングとか今最近ちょっと調べてやってんだけど、フルトランスとかさ、アシュタール